慶応3年6月、一艘の船が長崎の港を出て東へ向かっています。船室で土佐藩の重い役目にある人と一人の脱藩者が話し込んでいました。国のこれからのことです。けれどあの船の中の話から5ヶ月のこの脱藩者は京都の町で生涯を終えます。新しい国での役目がまだ定まらないうちに、坂本龍馬は何をつなごうとしていたのでしょう。龍馬が倒れた日から2年近く戻します。今日の寒い夜です。一つの屋敷に二つの藩の男たちが集まっています。薩摩と長州。少し前まで同じ朝廷のために動く仲間とは言えませんでした。片方は京都から追われ、もう片方はその追放に手を貸した側でもありました。同じ屋根の下にいても話は進みません。火鉢の炭だけが時折小さく音を立てます。そこへどちらの藩にも属さない男が来ます。藩を捨て行く先を自分で決めた浪人です。この男がやがて向かい合った二つの藩の間に立つことになります。こんばんは。寝ながら日本史ラジオです。今夜も歴史の中の一つの夜から。今夜の主は坂本龍馬。藩を捨てた男はなぜ藩と藩をつなぐことができたのか。剣を学んだ人がなぜ船と商いと話し合いへ向かったのか。そして龍馬が見ていた新しい国はどんな形をしていたのか。年号は覚えなくて大丈夫です。日付が出てきたらこの人がいくつの頃かとだけ思ってください。この人が生きたのは33年です。土佐の町から長崎の港へ、そして京都の寒い夜へ。一人の人が渡った場所をゆっくりたどっていきましょう。第一章。土佐の商いの家に生まれて。天保6年11月15日、高知の城下本町筋1丁目、今の高知市の上町にあたる場所で坂本龍馬は生まれました。西暦で言えば1836年の1月3日です。暦をまたいだ冬に生まれたために、この人には生まれた年が2つあります。その上町という町を少し歩いてみます。道の両側に下級の武士の家と職人の家と商人の家が合わせて800軒ほど並んでいました。一番多いのは鍛冶屋です。26軒ありました。朝、町のどこかで鉄を打つ音が始まります。一つの土の音に別の土の音が重なる。同じ数だけ染め物屋がありました。愛の亀を並べた店です。道の脇には染め物屋たちがお金を出し合って引いた用水の流れがあって、水の音が絶えません。大工の家も18軒ありました。鉄の音と木を削る音と愛の匂いと水の音。龍馬が生まれたのはそういう町です。城の内側の静かな武家屋敷の並びとはまるで違います。物を作る音と物を売る声の中でこの人は育ちました。坂本家は土佐藩の郷士の家でした。郷士も武士ではあります。ただ城下に住み藩の大事な役を受け継ぐ城士とは暮らしの近さが違いました。土佐では慶長6年に山内家と共に入ってきた人々の流れが城士になりました。郷士の方には
それより前からこの土地にいた家が多く、後に新しく取り立てられた家も加わっていきます。同じ刀を刺していても、座る場所や通る道にまで段差がありました。高知の城下町そのものがこの慶長6年に始まっています。山内家が城を建て始めたのと同じ年に町の割り振りも始まった。誰がどこに住むかは町ができる前から決まっていたことになります。郷士はどれほど家が豊かでも家中と呼ばれる城の内側に住むことができません。身分とは名札のようなものではありません。誰に会えるか、どこに住めるか、どんな役目を任されるか、家の言葉がどこまで届くか、その毎日の差でした。ただ、坂本家にはもう一つの顔がありました。本家は斎谷屋という商家です。寛文6年、長岡郡の斎谷村から城下へ出てきて質屋を始めた家でした。龍馬が生まれる169年前のことです。質屋というのは品物を預かってその値打ちの分だけお金を貸す商いです。着物を預ける人がいる。仕事の道具を預ける人がいる。刀を預けに来る武士もいました。店先で品物が畳の上に置かれます。番頭はまずその品を見ます。それから置いた人の顔を見ます。品物がいくらの値打ちか、そして目の前の人が今何に困っているのか。見ているのはその両方です。町のどこで誰が何に詰まっているのか。質屋というのはそれが一番早くわかる場所でもありました。質屋から酒屋へ、酒屋からもろもろの品の売り買いへ。斎谷屋は城下でも指折りの豪商になっていきます。その斎谷屋から一つの家が分かれます。明和7年3月、長男が本町筋1丁目の南側に別の家を構えました。その翌年の5月、新しく郷士になります。坂本家の始まりです。龍馬が生まれるのはそこから64年後のことでした。この家の武士という身分は買ったものでした。元の姓は大浜と言います。いつから坂本を名乗ったのかは伝わっていません。確かなのは龍馬が武士の列に加わってまだ60年余りの家に生まれたことです。上司から見れば郷士であり、郷士から見れば商家上がりでした。家の中には商いの記憶が残っていました。商いの家では物の値段だけを見ていても仕事になりません。いつ船が着くのか、米が不足しているのはどこの町か、誰に頼めば話が早いのか。品物の後ろにはいつも人の都合があります。後に龍馬が商いを恥じず、船の運び賃や手数料を数えるようになる。その感覚のどこかには斎谷屋につながる家の空気があったのでしょう。龍馬は5人兄弟の一番下の子でした。20歳以上も年の離れた兄、権平。姉が3人います。一番下の姉の乙女は3つ違いでした。この乙女という名前だけ覚えておいてください。弟が土佐を出た後、この姉は弟の手紙の一番の宛先になります。12の年に学問の塾へ通っています。すぐに辞めました。同じ12の年に母を亡くしています。
14で鏡川のほとりの道場に入ります。杵のベンチという人の道場で、生まれた家からは歩いて5分ほどの場所でした。ここで19になるまで習います。家を出て5分。子供の足でもすぐ着く距離です。稽古を終えて戸を開ければ、目の前に川が流れている。この人が最初に通い詰めた場所は、そういう川べりの一軒でした。習ったのは剣だけではありません。居合、槍、棒、なぎなた、馬の上から矢を射ること、泳ぐこと、馬に乗ったまま川を渡ること。泳ぎと水場は面上に乗る正式な科目でした。稽古の細かな日課までは残っていません。道場の目の前を流れる鏡川でその稽古をしたのだろうと想像することができます。夏の夕方、稽古を終えた門人が汗のまま川に入る。そんな光景を思い浮かべることはできます。小栗流というのはそういう体ごとの武術でした。刀の使い方だけを教える場所ではなかったのです。少年の龍馬は丈夫ではなく泣き虫だったとも語られます。姉の乙女が弟を励まし、剣の稽古を進めたという話も後の世に伝わります。もっともその手の逸話の多くは、龍馬が世を去ってから16年後に新聞に載った小説から広まったものです。手がかりはむしろ物の方に残っています。残された着物の寸法から記念館は龍馬の背丈を173センチから179センチほどと見ています。当時の男の人としては頭一つ抜けた大きさです。泣き虫と語られた少年が頭一つ抜けた背丈で川べりの道場へ通っていく。残っているのはその寸法だけです。あとは想像するほかありません。嘉永6年3月、19の年に龍馬は一巻の目録を受け取ります。小栗龍は平法寺目録。その目録を収めた木箱の底の裏側に墨でこう書いてあります。直影、19歳、春。直影というのがこの人の本当の名前でした。龍馬というのは日頃呼ばれる名です。この直影という名は後に直成と改められます。今夜の終わりの方でもう一度出てきます。19歳の春。その墨の文字は170年余り経った今も箱の底に残っています。土佐の城下で身分の線を見ながら育ち、同時に町の商いにも近い二つの窓を持つ少年でした。けれど後年の龍馬は線の内側で少し上へ行こうとするより線の外へ出る道を選びます。まだこの頃にはわかりません。少年が手にしているのは木刀と一巻の目録だけです。目録を受け取ったその同じ月、龍馬は高知を立ちます。1年の間、自分の金で武術を学びたい。そう藩に願い出て許されました。鉄の音と愛の匂いの町を大きな体の若者が出ていきます。行く先は東、江戸です。第2章、江戸で見た海の向こうからの船。高知をたっておよそ1月、江戸に着いたのはその年の4月頃です。当時の江戸は
人口がおよそ100万とも言われる世界でも指折りの大きな町です。土佐の城下とは桁が違いました。住まいは築地にあった土佐藩の中屋敷。そこから通ったのが千葉貞吉の道場でした。道場は桶町という町にあります。今の東京駅の東側、八重洲のあたりです。住まいの築地からは歩いて通ったようです。北進一刀流。貞吉はこの流派を開いた千葉周作の弟にあたります。朝、稽古が始まると市内の音が通りまで漏れます。江戸には名の知られた道場がいくつもあって、千葉の流には技の千葉と呼ばれていました。力で押し切るのではなく技で取る、そういう評判です。周作の本家筋の道場には門人が3000人を超えたとも言われます。土佐の城下では会う顔に限りがありました。江戸の道場には違う国元から来た若者が集まります。言葉の調子も家の習わしもめいめいに違います。一つの藩の中では当たり前だった順番がここでは必ずしも通じない。剣が強いか、学ぶ気があるか、誰と交わるか。19の龍馬は土佐の外に別の物差しがあることを少しずつ知っていきます。その年の夏、嘉永6年6月3日、西暦で言えば1853年の7月8日です。浦賀に4隻の船が来ます。黒船と呼ばれることになる船です。龍馬は品川の海辺の警備に配置されました。土佐藩が受け持った持ち場です。夜、海辺の持ち場に立ちます。波の音だけが規則正しく返ってきます。沖は暗い。浦賀に来た4隻が今どこにいるのか。江戸へ向かってくるのか。噂だけが海より先に町を走ります。昼間の江戸はその話で持ちきりでした。19の剣士が刀を刺して夜の海辺に立っています。その刀であの船に何ができるのか。道場では間合いに入れば勝負になりました。けれど相手は間合いの外から来ます。海の上を風もないのに進んでくる。刀を磨いても海の上を進む蒸気船は止まりません。持ち場に立った夜、この人が何を考えたのかは残っていません。ただこの夏を境に龍馬の学ぶものが少しずつ変わっていくのは確かです。この出来事そのものは以前黒船と江戸幕府の終わりをたどった回でも扱いました。ここでは19の土佐の剣士の目にあの海がどう見えたかだけを置きます。それを知る手がかりが一通残っています。嘉永6年9月23日、黒船が去って3ヶ月ほど後のことです。龍馬は土佐の父に宛てて手紙を書きました。異国船、諸々に来たり候よしに、そうらえば戦も近きうちと存じ奉り候。その説は異国の首を討ち取り帰国つかまつるべく候。外国の船があちこちに来ているそうですから戦も近いでしょう。その時は異国のものを撃って国へ帰ってきます。そういう手紙です。差出人の署名はたった一字、龍とだけ書いてあります。19の若者が
父親に宛てて勇ましいことを書いている。後に外国の決まりを持ち出して大半と談判することになる人の一番早い時期の言葉がこれです。人は大抵周りの声と同じ言葉から始めます。この人もそうでした。その後の10年ほどで日本の港には外国船が増え、藩ごとの考えはばらつき、京都の朝廷と江戸の幕府の間も落ち着かなくなっていきます。龍馬は翌年の夏に一度土佐へ帰りました。江戸にいたのは15ヶ月です。帰った土佐で龍馬は一人の画家を訪ねています。川田昇龍。嵐で流されてアメリカへ渡り、10年ぶりに帰ってきた漁師。中浜万次郎の話を聞き書きして本にまとめた人です。海の向こうにはどんな国があるのか、船はどう動き、人はどう暮らしているのか、剣の稽古では決して出てこない話でした。絵師の家の座敷で20歳の剣士が海の向こうの話を聞いている。この組み合わせが後のこの人の形を少しずつ作っていきます。安政2年の暮れ、父の八平が亡くなります。異国の首を討ち取りと書き送ったあの手紙の宛先がいなくなりました。翌年、兄の権平が家を継ぎます。その年の秋、龍馬はもう一度江戸へ出ました。2度目の修行です。2度目の江戸は様子が違いました。町のどこでも解剖の話をしています。あの船を見た後の江戸で、それでも剣を学び直す。その日々の終わりに一枚の紙が残りました。若い龍馬には十分に大きな紙でした。安政5年正月、千葉貞吉から龍馬へ一巻の目録が渡されます。北辰一刀流、何名兵法、目録。巻物を開くと、紙の上に貞吉の3人の娘の名前が並べて書いてありました。佐奈、力、菊。武術の免状に女の人の名前が3つ並ぶ。当時としても珍しい紙です。千葉の家では娘たちも稽古場に立っていました。目録に名を連ねるだけの腕がありました。その3人のうち一番上の名前が佐奈です。貞吉の娘で腕の立つ人でした。龍馬は後に土佐への手紙にこの人のことを書いています。馬によく乗り、剣もよほど強いと。後の世に佐奈は龍馬の言い名付けだったと語られるようになります。ただそれを裏付ける龍馬の側の文書は残っていません。この人のことは今夜の一番終わりにもう一度だけ。実は龍馬に現存する北辰一刀流の免状はこの一点だけです。剣術の免許皆伝の書類は焼けてしまったという記録があるだけで残っていません。剣豪坂本龍馬という像には現物では確かめられない部分が含まれています。ただそれは今夜の妨げにはなりません。この人がやがて手にする道具は剣の外にあるからです。江戸から戻った龍馬が見た土佐は少しずつ張り詰めていました。文久元年3月4日、城下の永福寺の門前で上司と豪士が肩が触れたことから口論になります。上司が
合子を切りました。切られた者の兄がその上司を討ち、同じ日のうちに切腹します。身分の段差というものが言葉ではなく、死んだ人の数で語られた日でした。その年の8月、江戸の土佐藩中屋敷で一つの集まりができます。土佐勤王党。中心にいたのは武智随山という人です。勤王という言葉は天皇を大切にするという意味です。当時の人々は幕府が外国との交渉を進めることに不安を抱き、朝廷の権威を頼りに国の在り方を考え直そうとしました。誓いの言葉に名前を書き、血の判を押す。そういう名簿が作られました。並んだ名前は192人。龍馬の署名は9番目にあります。27の年でした。早い時期の一人です。けれど、朝廷を大切にすることと、明日から何をするかは別の問題です。外国を追い払うと言っても、船も大砲も海の知識も足りない。幕府を批判しても、代わりに誰が国をまとめるのかという問いが残ります。急ぐほど仲間同士の違いは見えにくくなります。名簿に9番目に名を書いたこの人は、その半年余り後に土佐を出ていきます。第3章、脱藩という帰る場所を失うこと。文久2年3月24日、西暦で言えば1862年の4月22日です。龍馬、28の年の春、土佐を出ます。脱藩と呼ばれる出来事です。城下は春です。鏡川の水はぬるみ、上町の鍛冶屋の音はいつも通りに響いています。そのいつも通りの町を28の男が黙って出て行きます。誰にも言えない旅立ちです。見送りはありません。ファンを出ることは今の転職とは違います。藩は働く場所であると同時に守ってくれる土地であり、家の身分を支える仕組みでもありました。そこを許しなく離れれば本人だけの問題では済みません。脱藩した者は藩の中では罪人となり、残った家族や友人までが連座の罪に問われることがありました。今の言葉に直すなら、国籍と勤め先と年金とを一度に捨てるようなものです。しかも代わりの国はまだどこにもありません。同行したのは沢村宗之丞。同じ土佐の7つ年下の若者です。この男は後に龍馬と同じ船で働き、最後まで海の仕事を共にすることになります。高知の城下を離れた道はすぐに山へ入ります。土佐という国は海に向いた南を除けばぐるりと深い山に塞がれています。外へ出る道筋には番所が置かれていました。街道の関所です。通るものを調べ、手形のないものを止める。無理に破れば重い罪です。藩の許しなく出ていく二人にとって一番越えられない場所が道の先で待っていました。ただ、その番所を抜ける道を知る人がいます。山あいの梼原の那須俊平慎吾という親子でした。二人の4日間は記録に残っています。24日、高知を出る。25日の夜は梼原に泊まります。山道はまだ半分です。
山の村の夜は早い。明かりを落とせば、あとは川の音だけです。26日。この日が正念場でした。宮野々の番所と松ヶ峠の番所を抜けます。道を選んだのは慎吾です。そして、ニラが峠。峠の上が土佐と伊予の境です。境といっても、線が引いてあるわけではありません。草の生え方も風の音も峠のこちらと向こうで同じです。けれどその一歩の重さを4人とも知っていました。下れば帰る場所がなくなります。慎吾はここで足を止めます。父の俊平はもう少し先まで送ります。3人は下り始めました。振り返ったかどうかは残っていません。その夜は泉ヶ峠に泊まります。27日、宿間村へ。父の俊平はここまで一緒に歩いて戻っていきました。宿間村からは船で長浜へ。28日には海を行く船へ乗ります。船は2日かけて瀬戸の海を渡ります。振り返れば四国の山並みが少しずつ遠ざかっていきました。船の上で2人が何を話したかは残っていません。7つ違いのこの2人にはここから5年余りの長い航海が待っています。着いた先は長州の三田尻です。高知を出てから通算でおよそ7日。四国の中の道のりだけでおよそ170キロと言われます。峠をいくつも越えてそれを4日で抜けました。この道は今も脱藩の道と呼ばれて残っていて歩くことができます。那須慎吾の足跡はここから龍馬の道を少し離れていきます。龍馬を峠まで送り届けたその10日余りの地。文久2年4月8日。慎吾は土佐藩の政治を預かっていた吉田東洋を夜道で切ります。藩主への抗議を終えてほろ酔いで帰る途中でした。首は持ち去られ、翌日になって見つかっています。同じ峠を歩いた2人がそこで別れました。片方は国を出る方へ、もう片方は藩を切る方へ。道は途中まで同じでした。後に龍馬は人と人との間の見えない境を越えていくことになります。その最初の境があの峠でした。急ぐ心は相手を倒す近道を選ばせることがあります。そして近道を通った集まりは次に自分が追われる側になりました。土佐勤王党への取り締まりが厳しくなるのはこの後です。龍馬が土佐を離れたのはその半月ほど前でした。なぜこの時出たのか、気持ちを一つに決めることはできません。藩の方針への不満もあったでしょう。京都や江戸で起きていることを自分の目で確かめたかったのだとも考えられます。この半月後に藩で何が起きるかを知っていたのかどうか、それもわかりません。確かなのは、龍馬がそれまで持っていた帰る場所を自分から遠ざけたことです。残された側にも記録があります。兄の権平は弟の様子がおかしいことに気づいていました。身内や友人に龍馬の挙動をよく見ておくよう頼み、そして龍馬の刀をすべて取り上げています。刀のない弟は藩を出られない。兄は
そう考えたのだと思います。20歳以上も年の離れた兄です。父が亡くなってからは親代わりでもありました。それでも龍馬は出て行きました。この時どの刀を刺して出たのか確かなことは分かっていません。家族がこの後どんな処分を受けたのかははっきりした記録が残っていません。土佐の外へ出た龍馬はどこか一つの藩の命令だけでは動けない人になりました。それは危うい立場です。宿も金も紹介してくれる人も自分で探さなければならない。浪人という言葉にはどこにも仕えていない武士という意味があります。聞こえは自由でも毎月の米を受け取る先がないということでもありました。旅をするにも宿に泊まるにも身元を明かす手形がものを言う時代です。藩を捨てた人間にはそれを出してくれる役所がありません。だからこそ龍馬は人との紹介を大切にします。紹介状は浪人にとって次の宿の戸を開ける鍵でした。誰かがこの人なら会ってほしいと言ってくれる。その一言がなければ藩を離れた人は町の中で簡単に行き場を失います。一方で薩摩の人と話し、長州の人と話し、幕府の役人とも会える余地が生まれます。藩の中にいれば越えられない戸口を浪人になったことで越えることもできました。藩を捨てた人が後に藩と藩の間を行き来する。この逆転が龍馬の生涯の中心にあります。ただ離れた場所を美しく言い過ぎてもいけません。土佐を出た龍馬の周りには帰れなくなった人、捕らえられた人、志の違いで離れた人がいました。龍馬を峠まで送った那須信吾は翌年の秋、大和での挙兵に加わり山あいの村で撃たれます。峠の向こうまで一緒に歩いた沢村宗之丞は長崎の警備の最中に味方であるはずの薩摩の人を誤って切ってしまい、タイの本部で自ら命を絶ちました。龍馬が世を去った2ヶ月後のことです。峠を越えた先に待っていたのはそれぞれの生き方であり、それぞれの最後でした。ここに名を挙げた2人も志の半ばに倒れています。帰る場所を失うとはそういうことでした。龍馬の脱藩の罪はこのおよそ1年後に一旦見逃されます。ある人が土佐の前の殿様へ頼み込んでくれるのです。頼み込んでくれるのはこのすぐ後に龍馬が出会う幕府の役人です。土佐の家では兄が弟の刀をすべてしまい込んでいます。その弟はこれから刀のいらない道を覚えていきます。第4章、勝海舟と刀の外にある道。土佐を出た龍馬がその年の暮れに会った人がいます。勝海舟です。会うまでの段取りが残っています。文久2年12月5日、龍馬は松平春岳という人に会いました。越前、福井の前の殿様で、この時幕府の政治総裁職という役目についていた人です。福井氏の説明は今で言えば総理大臣のような立場だと書いています。ファンを出た浪人が幕府の一番上に近い人と会っている。そのために行ったのは一枚の紹介状だったと言われます。この席で勝海舟宛ての紹介状を書いてもらったという筋です。その4日後、12月9日に龍馬は勝の家を訪ねます。和暦では文久2年の暮れ、
西暦に直せばもう1863年に入っていました。師走の江戸です。脱藩から9ヶ月が経っていました。この訪問には有名な話がついています。龍馬は勝を切りに行った。そして話を聞くうちに感服してその場で弟子になったという話です。この話が世に出たのは明治23年、勝海舟自身が書き残しました。出来事から28年後のことです。語ったのは切られかけた本人。しかも四半世紀以上経ってから。近頃の研究では龍馬に本当に殺意があったのかどうか疑わしいという見方が強くなっています。有名な逸話には大抵誰がいつ語ったのかという日付がついています。その日付を見に行くと話の見え方が少し変わることがあります。確かなのは龍馬が勝の弟子になったこと、そしてそこで海と船の仕事を学んだことです。勝海舟は幕臣でした。幕府に仕える人でありながら外国との力の差を見て日本には海軍が必要だと考えていました。薩摩、長州、土佐という藩の壁よりも海の上では国全体の力が問われると見ていた人です。その考えが形になるのが神戸です。文久3年4月、将軍の徳川家茂が大阪湾を見て回った時、随行していた勝はその場で直に許しを得ます。海軍の学校を作ってよいと許しは出ましたが、建物はまだありません。できるまでのおよそ半年、勝は大阪の寺に仮住まいをして、そこで塾を開きました。学校が先に人から始まったことになります。操練所が実際に開くのは翌年のことでした。元治元年5月21日、西暦で言えば1864年の6月24日です。神戸海軍操練所、今の神戸税関のあたりに置かれました。当時の神戸はまだ小さな村でした。その小さな村に幕府の海軍の学校という大きな施設ができます。浜には船をつけるための石積みが組まれました。その石積みは今も神戸の地面の下に残っていて、近年の発掘で姿を現しています。漁師の浜だった場所に蒸気の船が2隻、観光丸と黒龍丸です。神戸にあったのは実は2つです。幕府が作った操練所と勝が自分で開いた私塾。近い場所にありましたが別の組織でした。龍馬が塾頭を務めたらしいと伝わるのは私塾の方です。この私塾には幕府から金が出ませんでした。そこで勝は福井藩に頼みます。使いに立ったのが龍馬でした。福井へ行き、千両の拝借を願い出る。応対した横井湘南という人が快く引き受けます。幕府が作った海軍の学校の隣で、その塾はよその藩からの借金で回っていました。それが始まりの姿です。神戸で学ぶのは帆の扱いにとどまりません。外国の船がどんな仕組みで動くのか、砲を積む船をどう守るのか、海図をどう読み、港でどんな品を手に入れるのか。国を守る話は急に暮らしに近い技術の話になります。薩摩の人、長州の人、幕府に仕える人、背景の違う者たちが同じ船について学ぶ。
後に龍馬が藩をまたいで人を紹介できたのは、こうした場所で顔と名前を覚えたことも大きかったでしょう。船は一人では動きません。帆だけでも舵だけでも足りない。風を見る人、荷を扱う人、海図を読む人、食事を整える人がいて、ようやく港を離れます。国を変えることもどこか似ています。強い一人が前へ出るだけでは船は進みません。この史定にはこんな話が残っています。ある時勝は龍馬を薩摩藩の西郷隆盛という人に会わせました。後に今夜の話の真ん中へ出てくる人です。帰ってきた龍馬の報告がふるっていました。小さく叩けば小さく響く。大きく叩けば大きく響く。西郷というのはそういう釣り鐘のような男です。これを聞いた勝は後々まで語りました。坂本は人を見る目のあるやつだと。もっともこの話の出どころは松が晩年に語った談話集です。この人の語り口には話を面白くする癖があったことも申し添えておきます。この頃の龍馬がどれくらい浮かれていたかがわかる手紙があります。文久3年6月29日。姉の乙女に宛てた一通です。乙女が髪を下ろして寺に入りたいと書いてよこしたのに対する返事でした。やめなさいとは言いません。長い長い冗談を書いて笑わせて思いとどまらせようとしている。その手紙はこんな書き出しで始まります。6月の20日過ぎ、幾日か。今日の日は忘れたり。6月の20日を過ぎて何日目だったか。今日が何日か忘れました。日付を忘れているのです。それでも書き始めている。その冗談だらけの手紙の途中にこう書いてあります。日本を今一度洗濯いたし申し候。日本をもう一度洗い直したい。洗濯という言葉です。国を変える、でも正す、でもなく洗う。汚れた着物を川でザブザブと洗う。あの動きです。姉に出家をやめろと言いながら、同じ紙の上でこの人は国を洗う話をしていました。その並び方がこの人らしいのだと思います。なお、この手紙の一番最後にこう書き足してあります。今日は後で承れば6月29日のよし。今日は後で人に聞いたら6月29日だそうです。書き終えてから誰かに尋ねたようです。尋ねてわざわざ書き足した。おかげでこの手紙の日付ははっきりわかっています。日本を選択すると書いた人が今日が何日かは知りませんでした。それくらいの勢いで書いていたのだと思います。けれど神戸の日々は長くは続きませんでした。元治元年6月5日、京都の池田屋という宿で幕府側が尊王攘夷の志士たちを襲います。この時命を落とした者の中に勝の塾で学んでいた望月亀屋、北添吉馬がいました。その翌月、長州が御所へ攻め寄せて退けられる事件が起きます。幕府の学校のそばで幕府に逆らう者を育てている。そう見られては続きません。その年の10月、
勝海舟は軍艦奉行の職を解かれます。そして翌年の3月、操練所そのものが閉じられました。開いてから1年経っていません。学校の建物や看板はなくなりました。けれど、そこで覚えた海図の読み方と覚えた顔と名前は人の中に残ります。行き場を失った塾生たちはそれぞれの港へ散っていきました。その多くが次に向かったのは坂の多い南の港町でした。第5章、長崎の港と亀山社中。長崎は山が海の近くまで迫る町です。坂を登れば家があり、坂を下れば港があります。どの坂の途中からも家々の屋根越しに海が見えます。遠い国の品物、言葉、船の形が江戸の町とは違う近さで見えていました。他国と呼ばれた時代にも長崎は外の世界とつながる窓でした。行き来には細かな決まりがありました。それでも外国の品や知識が入る場所として特別な役目を持っていました。港には船の出入りを見守る人がいます。荷を数える人がいます。通訳をする人がいます。遠い国の品を見慣れた商人がいます。龍馬はここで外国と呼ばれていたものを話ではなく船の部品や帳面や港の仕事として見ることになりました。慶応元年の夏、龍馬31の年です。長崎の亀山という高台に一つの集まりができます。その場所にはもともと焼き物の窯がありました。亀山焼という焼き物です。その窯がちょうどこの年に閉じました。空いた窯場の家を借りて浪人たちが住み着きます。焼き物をやめた家で船の仕事が始まりました。この家は今も間取りが分かっています。10畳の座敷が一つ、8畳と3畳、それに土間。3畳と土間の上には中二階が隠してありました。はしごをかけて上がる天井裏のような部屋です。追われる身の者がいざという時数人息を潜められる広さでした。縁側に立つと坂の下に長崎の町と港が一望できます。この縁側からは港に入る船が見えたはずです。どこの旗を上げた、どんな船が来たか。この家ではそれがそのまま商いの手がかりでした。集まりの名は社中と言います。志を同じくする人々の集まりという意味です。後の世はこれを亀山社中と呼びます。ただこの呼び名は当時の記録には出てきません。本人たちが使っていたのは社中だけ。亀山をかぶせるのは後の時代の名付けだと近頃の研究は指摘しています。教科書に太い字で載っている名前を当の本人たちは知らなかったことになります。集まった人数は20数人と伝わります。後に薩摩藩から一人月に3両2分の手当が出るようになります。かけそばが1杯16文の頃です。そばに直せば一月およそ1400杯分。食うには足りて贅沢には遠い、そういう手当です。給金をもらうだけでは浪人たちは暮らせません。荷を運び、その手数料で食べる。必要な品を探し、
船を借り、紹介状を持って港を渡る。船を一艘動かすには、米も水もいります。帆が破れれば直す人がいります。港に着けば、荷の置き場と代金を払う相手がいります。社中は理想を語るだけの集まりでは続きませんでした。仲間の今日の食事をどうするか、明日の船をどう借りるか、そうした実務の積み重ねの上に政治の話も載っています。今の会社とは成り立ちが違います。ただ、武士が藩の米だけに頼らず、船と商いで集まりを続けようとした点で、近代の商社の先駆けと呼ばれることがあります。彼らを支えた人の名前も残っています。長崎の豪商、小曽根家。栄四郎という人が社中の面倒を見ました。そして外国側の相手がトーマス・グラバーです。グラバー商会は当時の長崎で一番大きな外国の商社でした。この商会は幕府を支える側にも幕府を倒そうとする側にも同じように武器を売っています。商人にはどちらが勝つかよりどちらも買ってくれることの方が大事でした。その港で龍馬たちは一つの仕掛けを作ります。長州は幕府に狙われている藩です。表立って船や武器を買うことができません。薩摩にはそれができます。そこで薩摩の名前で船を買う。お金を出すのは長州。名義は薩摩。そしてその船を動かすのが社中でした。一艘の船に三つの立場が乗っている。この船の名をユニオン号と言います。薩摩はこれを桜島丸と呼び、長州は一中丸と呼びました。同じ船が呼ぶ人によって三つの名前を持っていたことになります。もっともこういう仕掛けは大抵揉めます。慶応元年の暮れ、船の費用を誰が持つかで社中と長州がぶつかりました。12月3日、龍馬が下関へ入り仲立ちをします。話がついたのはその月の終わりでした。つなぐという仕事の中身は多くの場合こういうものです。誰が払うのか、誰の名前で動かすのか、書いた紙をどう読むのか。うまくいかないこともありました。慶応2年4月28日、社中の船が長州から預かった兵糧を500俵積んで茶ヶ崎を出ます。3日後の5月1日、鹿児島に着きました。長州から薩摩への礼の印でした。記録では薩摩は受け取っていません。今国難にあるのはそちらだろうと。船は荷を下ろせないまま長州へ引き返します。つなぐというのは荷を積んで運んで下ろすことでした。下ろせないこともあったのです。龍馬は正面から大きな門を開ける人ではありませんでした。閉じた門の脇にある小さな渡し場を見つける人でした。港では身分の順番だけでは船は浮かびません。誰が潮を知っているか、誰が港の信用を持っているか、そこに別の力の並び方がありました。薩摩の名義で長州へ信を届ける動きは龍馬たちの他にも大勢の手で作られました。薩摩の重臣、長州の人々、港の商人や仲間たちが自分の持ち場で動いた結果です。龍馬は
その複数の持ち場の間を行き来しました。海の上に引いた線は地図の上では短く見えます。それでも藩と藩の間の距離をその線が一番縮めました。ただこの章を船の名前の話で終えるわけにはいきません。兵糧500俵の航海です。500俵を積んだユニオン号はあの時もう一艘の船を引いていました。ワイルウエフ号。社中が薩摩の名義で手に入れた小さな帆船です。途中で嵐が来ました。引き綱が切られ、ユニオン号は嵐を抜けていきます。残されたワイルウエフ号はたった一艘で荒れる海に取り残されました。慶応2年5月2日の明け方、ワイルウエフ号は五島の塩合崎沖で転覆しました。12人が亡くなりました。その中に池倉田という男がいました。土佐の生まれで龍馬の6つ下。第3章で那須慎吾が命を落とした大和挙兵に加わって生き延びた男です。その後も戦場を9つ踏んで一度も弾に当たりませんでした。その男が嵐の海で死にました。数えで26。国元には若い妻と生まれたばかりの子がいました。龍馬は年の暮れの手紙にこう書いています。ここに哀れなるは池倉田にて候。9度の戦場に出ていつも人数を引いて戦いしに一度も弾丸に当たらず幸せよかりしが5月2日の行天に死したり。人間一生実に名を夢のごとしと疑う。人の一生というものは本当に夢のようなものではないかと疑う。同盟の前と後を支えてきた船の仕事が初めて仲間の命を取った出来事でした。海は道であると同時にいつまでも海のままでした。第6章。今日の夜、2つの藩が向かい合う。寒い夜です。薩摩と長州がなぜすぐには手を結べなかったのか、そこから話します。元治元年7月19日、長州の兵が京都の御所へ攻め寄せました。金門の変です。御所に向かって鉄砲を撃った。その一時で長州は長敵と呼ばれることになります。天皇に弓を引いた側という扱いです。この二文字は当時の武士にとって負けよりも重い言葉でした。戦いの火は町に燃え広がり、今日の市中は広い範囲が焼けています。その御所を守り、長州を退ける力になったのも薩摩でした。4日後、朝廷は帳を出します。幕府は21の藩に兵を出すよう命じました。その正統軍の参謀を務めたのが西郷隆盛です。もっとも西郷は長州を叩き潰そうとはしませんでした。藩の中の対立をうまく使い、戦わずに事を収める方へ持っていきます。その年の12月27日、正統軍は一戦もせずに引き上げました。長州から見れば、薩摩は2度退けてきた相手です。京都から追い出した時も、御所の前で打ち合った時も、そこに薩摩がいました。けれど、
幕府が再び長州へ兵を出そうとする中で、両方の藩に別の計算が生まれます。薩摩は幕府だけに国の行く先を任せることに不安を持ち、長州は孤立を抜け出す道を探していました。実はこの半年余り前に一度下関で木戸と西郷を引き合わせる段取りが組まれたことがありました。木戸は港で待っていました。西郷を乗せた船は港に寄らず、そのまま京都へ行ってしまいます。待たされた側がどれほど固くなったか、想像に固くありません。だから必要だったのは立派な言葉よりもっと手触りのあるものでした。長州には米や武器がいる。薩摩には表立って動きにくい事情がある。港と船のつながりを知る人が間に入る意味がありました。薩摩名義の船と武器はこの行き違いの後から動き始めたものです。慶応2年の正月、長州の木戸孝允が京都の薩摩藩邸に入ります。長州の政治の舵取りを担う一人で、かつては桂小五郎と名乗っていた人です。追われる藩の中で追われながら生き延びてきました。けれど話は動きませんでした。どちらも自分から頭を下げる形にはしたくない。長州は追われた側です。薩摩は追った側にいた。先に助けてくれと言えば負けを認めることになる。そのまま10日ほどが過ぎます。今日の正月です。底冷えのする屋敷で同じ顔ぶれが毎日顔を合わせます。酒が出ます。世間話をします。国の話にはどちらからも踏み込みません。もてなす側ももてなされる側も本題を口にしないまま一日がまた終わります。外では正月の今日が何も知らずに暮れていきます。火鉢の炭が音を立てるだけの夜が10日。慶応2年1月21日。西暦で言えば1866年の3月7日です。龍馬32の年に盟約は結ばれました。この日、その場にいたのは薩摩から小松立脇、西郷隆盛、大久保利通、長州から木戸孝允、そして立会人として坂本龍馬です。ここで場所の話をします。長い間この会談は薩摩藩邸で行われたと考えられてきました。今の同志社大学の今出川キャンパスの一部にあたる場所です。ところが2016年の5月、お花畑という屋敷の絵図などの資料が見つかり、会談の場所がそこから少し離れた別の屋敷だったことが分かりました。近衛家の別邸で小松立脇が住まいにしていた家です。150年経ってから日本史で一番有名な怪談の一つが住所を変えたことになります。歴史は今も書き足されています。結ばれた約束は6か条でした。最初の1条には、幕府と長州の戦が始まれば薩摩は2000余りの兵を上方へ出すとあります。前の3つはそのように幕府が長州へ攻めてきた時に薩摩がどう動くかという話です。後ろの3つはその先の話。長州にかけられた朝敵という汚名を晴らすために薩摩が力を尽くすこと。そしてその後は
互いに国のために尽くすこと。目の前の戦の約束とその先の国の約束が一枚の紙の上に並んでいました。紙の上の順番がそのまま二つの藩の間合いでした。まず戦のこと。信じ合う話はその後。龍馬が京へ入った日ははっきりしていません。この10日余りを支えたのはむしろ中岡慎太郎たちでした。中岡慎太郎、龍馬と同じ土佐の井で2つ年下、同じように藩を出た男です。ただこの人の考えは龍馬とは少し違いました。話し合いで世を変えるより力で幕府を倒す、そちらに軸足を置いた人です。後に陸援隊という自分の隊を持つことになります。薩摩と長州を結びつける動きはそもそもこの中岡から始まったと見る研究者もいます。中岡は薩摩へ行って西郷に会い、土佐を出た他の仲間も長州へ動きました。近頃の研究には盟約が結ばれたその時点では龍馬は仲介役の中心ではなかったという見方さえあります。考えの違う二人が同じ間に立っていた。この中岡の名前も覚えておいてください。今夜の終わり、大宮の2階にこの人もいます。一人で全部を動かした人ではありませんでした。だからこそ違う人々の力を間で結ぶことができたのだと思います。そしてこの人の役目が一番はっきり形になるのは盟約の2日後から先のことです。2日後の1月23日、木戸孝允は京都から龍馬へ手紙を送ります。そこには6か条が書き出してありました。自分の理解に間違いがないか確かめてほしい。木戸はそう頼んだのです。紙に名前を書いて判を押すという形の条約ではありませんでした。だからあの夜に何が決まったのかをどちらでもない誰かに明かしておいてもらう必要があった。龍馬の返事はすぐには届きません。届いたのは2週間後です。慶応2年2月5日、薩摩藩の京都藩邸の一室で龍馬は筆を取ります。手紙を裏返し、朱の墨を含ませてゆっくりと書き入れました。毛も相違、これなく候。髪の毛一本ほどの違いもありませんという意味です。6か条の一つ一つをあの夜の記憶と突き合わせて間違いがないと明かした。ハンコでも花押でもなく、赤い墨の文字で第三者が保証した約束でした。翌日、詫びと近況を添えて長州の木戸へ送り返しました。その紙は今も残っています。宮内庁の所領部が木戸家の文書として所蔵しています。今日の火鉢のそばで止まっていた話はこうして一つの約束になりました。10日動かなかった話は動き出してしまえば早かったのです。それは国をすぐに変える魔法ではありません。ただこれまで別々に流れていた川が同じ海へ向かい始めた夜でした。ところで龍馬の返事が2週間も遅れたのには理由があります。この時この人の両手の親指には深い傷がありました。筆を持つのがやっとだったのです。その傷がどこでついたのか。話は盟約の2日後の夜に戻ります。第7章、寺田屋の夜と霧島の道。慶応2年1月23日、盟約が結ばれた2日後の夜です。
龍馬は伏見の寺田屋に泊まっていました。船宿です。薩摩藩の人々が京都大阪を行き来するときに使う常宿でした。夜も更けた頃、宿の外に人の気配が集まります。伏見奉行所の取り方でした。この宿の1階に一人の女の人が住み込んでいます。名を龍と言いました。龍馬の龍と同じ字です。京都の生まれで、この時数えで26。父は楢崎正作という医師でした。勤王の志士たちと親しく交わった人で、安政5年、幕府の大きな取り締まり、安政の大獄で捕らえられます。翌年に許されましたが、文久2年に病で世を去りました。残されたのは母と娘が3人、息子が2人。暮らしは坂を転げるように傾きます。家も屋敷も道具も自分の着物まで売って一家は食いつなぎました。その困窮の中で妹の一人が騙されて大阪へ売られます。その妹を助けに行ったのが姉のお涼でした。この時のことを後に龍馬が国元への手紙に書き残しています。お涼は自分の着物を売って旅の銭を作り、妹の後を追いました。刃物を懐に入れて妹を買った男2人の前に立ちます。そしてこう言い放ちました。殺し殺されの覚悟ではるばるここまで下ってきた。それが面白い。殺せ、殺せ。とうとう妹を取り返し、京へ連れて帰った。書いている龍馬の方が興奮しています。母は志士たちの隠れ家になっていた京の寺でまかないの仕事をしていました。その台所の縁で龍馬とお涼は出会います。文久3年頃のことだと高知の記念館は見ています。同じ手紙に龍馬はこの人のことをこう書きました。まことに面白き女にて月金を引き申し候。名は龍と申し、私に似ており候。面白い女で月金という楽器を弾く。名前は龍。私に似ている。似ているはずです。片方は藩を捨てた浪人で、片方は家ごと世の中から転め落ちた娘です。帰る場所を失った者同士が京の台所で出会っていました。行き場のないお涼を龍馬は伏見の寺田屋へ預けます。宿の女将は音瀬という人でした。近江の生まれで18でこの船宿へと継ぎ、あまり働かない夫に代わって宿を切り盛りしてきた人です。龍馬は手紙にこの女将のことを学問のある女、実に人物なりと書いています。預け方もただの下宿とは違いました。養女として頼むという形です。宿にではなく、この女将に母親の役を頼んだことになります。その夜、寺田屋では、1階ではお涼が湯に入っていました。異変に気づいて、そのまま裏の階段を駆け上がり、2階の龍馬たちへ知らせた。そう伝えられています。同じ部屋にいたのは、調布藩の三好新蔵という人です。この人は槍の使い手で、宝蔵院流という流派の免許皆伝でした。龍馬が手にしたのは、6連発の拳銃です。高杉晋作から贈られたものでした。
その後の細かい場面をたどることはしません。この夜、龍馬は両手の親指に深い傷を負っています。拳銃を握る手を刀で払われたためでした。三好が槍で応戦し、二人は宿を出て材木小屋に身を隠します。三好は龍馬をそこへ残し、一人で伏見の薩摩藩邸まで走りました。伏見の薩摩藩邸からは、留守居役の大山彦八が藩士を連れて川船で救い出しに来ます。西郷は医師をよこし、翌日、伏見奉行からの引き渡しの求めを断りました。ちなみに、この夜の襲撃を新選組の仕業とする話が長く語られてきました。これは、伏見奉行と京都守護職が、どちらも肥後守という同じ官位で呼ばれていたための取り違えで、今は誤りとされています。もう一つ、今伏見に立っている寺田屋は、実はこの夜の建物とは別物です。建応4年の鳥羽伏見の戦いで焼けてしまい、後から建て直されたものです。2008年に京都市の資料館が調べてそう結論しました。京都市の案内板もそのように直されています。龍馬が駆け上がった階段はもう残っていない。それでもこの夜のことを本人が書き残しています。この年の暮れ、姉の乙女に宛てた手紙の中の一行です。今年正月23日の夜の難に、愛しときもこの龍女がおればこそ龍馬の命は助かりたり。お龍がいたから自分は生きている。大きなことを動かした直後にも、人の命は一つの宿の明かりの下で危うくなります。そしてそれを救うのは、大抵歴史の表には出てこない誰かでした。傷を癒すため、二人は薩摩へ向かいます。慶応2年2月29日に京都を発ち、3月10日に鹿児島へ着きました。そこからが長い湯治です。潮浸しという温泉にまず11泊。一旦出てまた戻り、さらに7泊。合わせて18泊しています。3月29日には高千穂峰へ登りました。この時の様子を龍馬は絵馬で描いて姉に知らせています。谷川で魚を釣り、担当を持って鳥を打ち、誠に面白かりし。滝の水が50軒も落ちている、と書き、山を登れば霧島ツツジが一面に咲いていて、作りたてたように綺麗だ、と書く。天下国家の話をしている人が姉へ向けては、釣った魚と咲いていた花のことを書いています。この旅は後に日本で最初の新婚旅行と呼ばれるようになりました。ただこれは後の世の呼び名です。当時の記録に新婚旅行という言葉はありません。しかも少し困ったことがあります。この旅で二人と同じ船に乗り、鹿児島では自分の別邸に二人を泊めた人がいます。薩摩藩の家老、小松帯脇です。その小松は、龍馬たちが霧島にいた間、自分も山の温泉に25日ほど湯治で入っていました。龍馬とお龍は、その宿へ見舞いに行っています。そしてこの小松帯脇という人は、その10年前に妻を連れて同じ霧島の温泉へ来ているのです。日本で最初の新婚旅行の先にもう一組先に来ていた夫婦がいた。しかもその人が2人を船に乗せ家に泊めていた。
もしかするといいところがあるよと勧めたのは小松の方だったのかもしれません。日本で最初という言い方は大抵そういう先客の上に立っています。湯治を終えた龍馬を今度は海が待っていました。慶応2年6月4日、龍馬は桜島丸、あのユニオン号ですに乗って鹿児島を立ちます。薩摩から長州への使いを頼まれた旅で、お龍も長崎まで同じ船に乗りました。その頃幕府は再び長州へ兵を向けていました。2度目の長州征討です。6月16日、船は下関に入ります。あの名役の一条が今まさに試されようとしている海でした。翌6月17日、龍馬はユニオン号を指揮して海の戦に出ます。高杉晋作が仕掛けた海峡越しの攻撃でした。門司の沖で幕府側の陣地へ船から砲を撃ち、兵の上陸を助けます。知られている限り、生涯でただ一度の実戦でした。同盟の立会人が同盟の象徴のような船。薩摩の名義で買われ、長州が金を出し、社中が動かしてきたあの船に乗って放火の中に立った。紙の上の約束がこの日海の上の現実になりました。年の暮れ、龍馬はこの戦のことを国元の兄への手紙に書いています。よんどころなく長州の軍艦を引いて戦争したが、これは何の心配もなく、まことに面白きことにてありし。戦場を面白いと書く。勇ましい言葉に聞こえます。ただこの手紙には、下関の海戦の絵が2枚添えてありました。国元の家族に自分の見た海を絵で見せたかったのです。同じ手紙の別の場所には、あの池倉田の詩が書かれていました。面白きことと哀れなるが一通の手紙の中に並んでいます。龍馬の手紙そのものにも一つの癖があります。龍馬の手紙は今確認できるものだけでおよそ140通あります。宛先で一番多いのは姉の乙女です。そのうち絵が入っているものは4通だけと言われます。霧島の山を描いたあの手紙はその貴重な一通でした。長さもなかなかのものです。現存する一番長い手紙は縦が16センチ、横が5メートル4センチ。巻物のようにずっと続きます。今なら短い一言で済ませてしまうような用事も、この人が書くと何枚もの巻物になりました。しかもその5メートルの手紙の中身に国の話は出てきません。姪の結婚相手が気に入らないこと、姉から叱られたことへの言い返し、姉が家を出たいと言い出したのを止めること、そして妻のお涼が日頃何をしているか。5メートルにわたって家のことだけを書いています。手紙はその人を少し小さく見せてくれます。小さく見えることと値打ちが下がることは別です。大きな歴史の中に立つ人にも姉へ知らせたい景色があり、傷が痛む日があり、旅の途中に笑える出来事があります。そのような暮らしの手触りが残るから、龍馬は石像だけの人になりません。当時、手紙は今よりずっと時間のかかるものでした。人に託し、船や道を通り、何日もかけて相手の手に渡ります。
会えない時間が長いからこそ、手紙には余分に見える話が入ります。その余分が遠くにいる人を安心させるのです。この手紙の日付を見ると、もう一つの時間が見えてきます。霧島の旅を絵入りで知らせたあの手紙。書かれたのは慶応2年の12月4日でした。実は同じ日に龍馬は兄宛てにももう一通の長い手紙を書いています。海鮮の絵と池倉田のことを書いたのはそちらです。一日に2通、書き出したら止まらない日だったようです。11年前の同じ12月4日に龍馬の父は亡くなっています。本人がそれを思って書いたのかどうかはどこにも記されていません。ただその日に父のいない家へ宛てて山の絵を描いた手紙が出されました。第8章、下関の借りた部屋。慶応3年2月10日。龍馬33の年です。お龍を連れて下関に入ります。下関は本州の西の端の町です。海を挟んだ向こうは九州。狭いところでは目と鼻の先に見えます。この海は二つの陸を隔てています。同時に北の海と南の海をつなぐただ一本の通り道でもありました。隔てるものがそのまま結ぶものになっている。この回で龍馬がしてきた仕事と同じ形をした海です。人と人の間も藩と藩の間も隔たりがあるからこそ渡すものがいりました。だから船が集まりました。北から南から。ここで荷を積み替え、風を待ち、また出ていく。潮の速い海峡です。日に2度流れの向きが変わります。船はその潮を読んで待っては出て行きました。西へ回る航路が開かれてからこの町には北前船が寄るようになります。下関市の資料には問屋が400軒も軒を並べたと書かれています。にぎわいぶりから西の浪速とも呼ばれました。大阪と並ぶ商人の町という意味です。港には蔵が立ち並びます。運び込まれるのは米や塩、明かりを灯すろう、干した魚。北から来た荷が下ろされ、南へ向かう荷が積まれる。人の声と荷を担ぐ足音と船を呼ぶ声。物と金と人がこの狭い海峡の口に一旦集まってはまた散っていきます。商いの家に生まれ、船の運び賃を数えてきた龍馬にとって、この町の空気は馴染みのものだったはずです。この町は龍馬にとって少し特別でした。土佐を出てから5年、どこにも家を持たずに来た人が、ここでようやく帰る場所らしいものを持ちます。この町で龍馬の面倒を見たのが伊藤助太夫という人です。調布藩の赤間関で大年寄という役目を務め、大名が泊まる宿を預かる家の当主でした。町の顔役であり、下関を代表する豪商です。助太夫と龍馬は慶応元年からの付き合いでした。残っている龍馬の手紙のうち、助太夫に宛てたものは14通。宛先としては姉の乙女に次いで2番目に多い相手です。姉の次に多く手紙を書いた相手がこの下関の商人でした。龍馬は
ただ宿を借りただけではありません。14通の手紙をやり取りするほど、この家に心を許していました。その助太夫が自分の家の一室を龍馬に貸します。その部屋に龍馬は自然堂と名前を付けました。5年ぶりに屋根の下の名前を持ったようなものです。海峡沿いの町の大きな商家の一室です。土佐を出てから5年、どこの藩にも属さず、宿から宿へ移り、紹介状で戸を開けてもらってきた男が借り物の部屋に自分で名前を付けた。ここで目を引くのはその後です。助太夫の方がその名を気に入って自分の号にしてしまいました。借りた人が付けた部屋の名が貸した人の名前になった。家を持たない男が置いていった二文字がその家に残ったことになります。自然堂、あるがままの家とでも読める名です。宿から宿へ紹介状を頼りに渡ってきた人が借り物の一室にそういう名をつけた。そこに落ち着きたい気持ちが少しにじんでいます。この年、お涼もここで暮らし始めました。寺田屋から霧島を経て下関へ。行き場を失っていた娘にようやく住む部屋ができたことになります。妹も一緒だったと伝わります。龍馬はこの部屋と船の間を往復していました。出て行き、また戻る。留守の方が多かったでしょう。出て行く夫をお涼はこの部屋で見送ります。次にいつ戻るとも、無事に戻るとも決まっていません。海の仕事はそういう仕事です。帰る場所をようやく得た二人にとって、その部屋は待つための部屋でもありました。その留守の間に書かれた手紙が2通残っています。1通目は5月8日。宛先はあの寺田屋の夜に龍馬を助けた三好新蔵です。これから長崎へ出る。承知の通りの要件だから、もしものことがあったら、妻を国元へ送り返してほしい。土佐から人をやるので、それまでの間、そちらで預かっていただきたい。短い手紙です。その手紙の終わりに龍馬はこう書き添えました。5月8日、出版の時にしたためて家に留め置く。船に乗る日の朝に書いて渡さずに三好の家へ置いていった。つまりこれは自分が生きて帰れば読まれない手紙です。開かれるとしたら龍馬が死んだ時、その時だけこの紙は意味を持ちます。33の男が船に乗る前にそういう手紙を一通置いていく。海の仕事とはそういうものでした。2通目はその20日後です。5月28日。宛先は妻。今残っているお涼宛ての手紙はこの一通だけです。京都の博物館は龍馬は妻にも多くの手紙を書いたはずだが、現存するのはこれだけだと書いています。この手紙は長崎からのものでした。いろは丸という船の事故をめぐって相手の藩と談判の最中です。その戦況を下関で待つ妻へ知らせた便りでした。書き出しはこうです。その後はさぞ心配していることだろうと察しています。要件よりも船の守備よりも先に留守の妻の不安から書き始めている。心配しているだろうとまずそこから入る。
結びはこうです。決してご安心なさってください。念を押すように2度重ねてありました。宛名は友殿。お涼のことを龍馬はこの名で呼んでいました。自分がつけた名前です。万一の時は妻を頼むと友に書いた20日後に、その妻へは決して安心してくれと書いている。死んだ時の手はずを整えることと妻を安心させることは、この人の中では矛盾しませんでした。両方とも残していく人への同じ心遣いです。同じ人が同じ月に両方を書いていました。日付の後に添えた署名はただ一字、龍とだけ書いてあります。藩を捨てた男に頼りを出す先ができていたのです。三好新蔵の役目はこの夜で終わりませんでした。寺田屋の夜に龍馬を助け、5月8日の手紙を託されたあの人です。龍馬が世を去った後、三好は頼みを守りました。この人は生涯日記をつけ続けた人でした。若い頃から晩年まで65年。ただ1年だけ日記の残っていない年があります。娘を亡くした年です。書けなかったのだと思います。その几帳面な日記にこう記されています。妾お涼は遺言により12月15日新蔵宅に引き受け同居す。お涼を龍馬の遺言によって12月15日に自分の家へ引き取って一緒に住まわせた。そう書いてあります。暗殺の一月後です。渡さずに家へ置いていった手紙がその通りに開かれた日でした。そして翌年の春、ついに馬鹿より土佐なる坂本姉の住処に護送す。下関から土佐の坂本家までお涼を送り届けた。姉というのは乙女のことです。弟が手紙を一番多く送った姉のもとへ、弟の妻が約束を守った友の手で送り届けられました。万一の時にと書かれた手紙がその通りに使われたのです。第9章、海援隊といろは丸の談判。慶応3年1月13日、長崎の清風亭という料亭の一室で2人の男が向かい合っています。一人は龍馬、もう一人は後藤象二郎、土佐藩の重役です。この2人が同じ膳を挟むのは簡単なことではありませんでした。ここで第2章の話に戻ります。龍馬が身を投じた土佐勤王党を率いたのは武智随山という人でした。その武智を獄区に下し切腹させたのが土佐の藩の中枢です。後藤はその中枢にいた人でした。しかも龍馬が脱藩した半月後、あの峠道で那須信吾に切られた三世吉田東洋。後藤はその東洋の義理の甥にあたります。幼くして父を失い東洋のもとで育った人です。つまり後藤の側から見れば龍馬は叔父を切った一党の同志、龍馬の側から見れば後藤は盟友を殺した政権の中の人。その2人が長崎の座敷で向かい合いました。会談があったことは
龍馬自身の手紙でわかります。翌日、龍馬は長州の木戸へこう書き送っています。土佐の重役の後藤といちいち相談したところ、よほど夜が明けてくる景色であると。夜が明けてくる。叔父を切った側と盟友を殺された側が一晩話してそうかける関係になった。後に姉の乙女がこの付き合いを手紙で叱ります。土佐の悪い役人に騙されているのではないかと。龍馬はこう返しました。中でも後藤は実に同志である。人の魂も志も土佐国中でこれほどのものは他にいまい。こう続けます。自分一人で500人や700人を引き連れて天下のために働くよりも、土佐24万石を引き入れて天下国家のために働く方がはるかに良い。500人より24万石。恨みで足を止めるより、動かせる大きな力を動かす。この算術が龍馬が清風亭で選んだものでした。その選択の実りがこの年の4月にやってきます。長崎の社中が名前を変えるのです。海援隊。土佐藩に付属する組織となり、龍馬が隊長を務めました。4年前に一旦見逃されていた脱藩の罪がこの年正式に解かれます。藩の名簿に名前が戻ったのはこの時です。ただし戻り方は以前とは違いました。土佐の中の一人としてではなく、船を持つ集団の長として戻ったのです。海援隊には5つの条だけの短い規約がありました。その第一則はこう始まります。およそかつて本藩を脱する者、および他藩を脱する者、海外の志ある者、この隊に入る。自分の藩を出た者、よその藩を出た者、海の向こうへ出たいと思う者、出身を問わない。その住む後にこの隊がすることが5つ並びます。運輸、舎利、開拓、登記、本藩の応援。運ぶこと、利を求めること、新しい土地を開くこと、木を見ること、そして藩を助けること。2番目に置かれた舎利という言葉は、利を得ると書きます。つまり、儲けを取りに行く。当時の武士が表向きには前に出しにくかった言葉でした。それを規約の2番目に堂々と書いています。彼らは儲けることを隠しませんでした。第4則には、タイで学ぶことが並んでいます。製法、鍵、航海、機関、語学、法律、法の技術、船の操り方、蒸気機関、そして外国の言葉。刀の稽古は一つも入っていません。では、この人たちはいくら受け取っていたのか。それもわかります。龍馬自身の手帳に書きつけてあるからです。坂、寺、多賀、菅、白、陸、関。7人分、毎月3日に1人当たり3両2分ずつ頂戴しております。国の形を考えていた人の手帳に、仲間の名を縮めた給料の受け取りが書きつけてあります。そういう組織でした。その帳面を長崎で見ていた人がいます。
土佐の商いを預かっていた岩崎弥太郎です。後に三菱を起こす人ですが、この時はまだ長崎の出張所で海援隊の会計に関わる立場でした。弥太郎の日記にはこんな一日が残っています。早朝から紀州への償いの金の帳面を調べ、後藤のもとへ行き、坂本龍馬と密かに話した。その紀州への償いの金が龍馬たちを長い談判へ向かわせます。慶応3年4月19日、海援隊はいろは丸という蒸気船で長崎を出ました。行き先は大阪です。いろは丸は伊予の大津藩が持っていた船でした。海援隊は1回の航海15日につき500両で借りています。4月23日の夜11時ごろ、電気の明かりなど海のどこにもない時代の夜です。備中の三島という島の沖で、この船は別の船とぶつかりました。紀州藩の軍艦明光丸です。ここで2つの船の大きさを並べてみます。いろは丸160トン、明光丸887トン、およそ5倍半です。しかも明光丸は一度後ろへ下がった後、もう一度前へ出て2度目の衝突を起こしました。いろは丸は自力で進めなくなります。明光丸に引かれて鞆の浦へ向かう途中、翌朝宇治島の沖で沈みました。乗っていた者は全員が明光丸へ乗り移っています。亡くなった人はいません。その船の当番の士官としてあの夜の甲板にいたのがさなぎ高次という人でした。四涌の島の水夫の家に生まれた人です。武士ではありません。若い頃に長崎で船を学び、万延元年には勝海舟たちと同じ咸臨丸に乗って太平洋を渡っています。あの船の水夫のうち35人が四涌の島の人だったと言われます。沈む船から明光丸へ乗り移ったさなぎは、その後紀州藩の態度に腹を立てて相手の藩士を切ると言い出します。それを止めたのが龍馬でした。談判が始まります。4月24日から27日まで4日間。場所は鞆の浦です。この時龍馬は斎谷梅太郎という変名で相手の前に座りました。土佐を出た家の本家の屋号から取った名前です。話がこじれたところで海援隊長の名札を出しました。商人の名で入り、隊長の名で腰を据える。この4日間は決裂に終わります。龍馬がここで持ち出したのが万国公法という本でした。国と国との付き合い方を説いた海の向こうで生まれた考えを漢字の文章に直して日本へ入れたものです。龍馬は自分の日記にこう書いています。後方に照らして私の方が曲がっているなら恨むところはない。もしあなたの方が曲がっているなら後方においてもそれ相応の処置があるはずだ。こちらが間違っているならそれでいい。ただし決めるのはどちらの藩が大きいかではない。そういう筋の通し方です。友での要求は1万両でした。急場をしのぐために立て替えてくれという言い方です。紀州の方は1000両を出すと言い、龍馬は断りました。場所を長崎に移して
5月15日に交渉が再開します。土佐藩の後藤象次郎が紀州藩の相手と直に向かい合い、薩摩の五代友厚が間に入りました。長崎の町では、船を沈めた側は償うべきだという歌が流行ったとも言われます。決まった額は83,526両と198文。その額は後に7万両まで下げられました。支払われたのは慶応3年11月7日、長崎で土佐藩に渡っています。受け取ったのは海援隊ではなく藩でした。龍馬はその8日後に京都で世を去ります。この金に指一本触れていません。ところで、その8万両余りの内訳です。海援隊はいろは丸にミニエ銃を400丁積んでいたと申し立てました。銃と火薬で35,630両、他に金塊などで47,896両と198文。いろは丸そのものは1万両ほどで買われたとされる船です。積んでいたと申し立てた荷の代金はその8倍を超えています。120年ほど後にこの船は海の底で見つかります。友の浦から15キロほど沖、水深27メートルの海底でした。調査は4度に分けて行われました。4度目には京都市の埋蔵文化財の研究所が加わっています。その報告書にこう書いてあります。積まれていたとされる小銃が全く見つからなかった。小銃、あるいはその部品すら見つかりませんでした。400丁の銃は一つも出てきていません。代わりに海底から上がったのは、刀の柄に巻くサメの皮と水銀の種でした。長崎の貿易で運ばれていた品です。この調査はいい加減なものではありません。水深27メートルは潜る人にとって楽な深さではなく、1回に潜れるのは40分、1日に2回まで。上がるときには水の中で20分ほど体を慣らさなければならない。海の底はほとんど何も見えず、伸ばした指先がやっと見える程度だったといいます。そこまでして探してなかったのです。もう一つ、近頃の研究では、そもそもこの事故の落ち度はいろは丸の側にあったのではないかという見方が有力になっています。当時の海の決まりに照らすと、避けなければならなかったのは小さい方の船だったというのです。つまりこの談判で龍馬たちがしたことは澄んだ正義の実現ではありませんでした。不利な立場から使える道具を全部使って相手より上手に押し切った、そういう仕事です。それでもここで一つ新しいことが起きています。身分の低い側は黙るしかないという古い順番に別の物差しが持ち込まれたことです。海の向こうではこういう筋道で物事を決めている、そう示せるものをこちらも持っている。剣を学んだ人が言葉と紙を武器にしました。紙は軽いものです。海に落ちればすぐに濡れます。けれどそこに書かれた約束は、時に大きな船を相手にする力になります。蒸気船同士がぶつかった事故としても、その後始末を話し合いで決めた例としても、これが日本で最初だったと言われます。海は龍馬に力の形が一つではないことを教え続けました。第10章、
船の上で考えた新しい国。慶応3年6月9日。西暦で言えば1867年の7月10日です。長崎の港から一艘の船が出ます。土佐藩の船で名を夕顔と言いました。冒頭でお話ししたあの船です。乗っているのは坂本龍馬と後藤象二郎です。この船が港を離れるのを岸から見送った男がいました。第9章で紀州への償いの帳面を調べていた岩崎弥太郎です。その日の日記に弥太郎はこう書きつけました。我知らず涙が幾筋も流れた。見送った弥太郎はこの5ヶ月後に龍馬が世を去ることをまだ知りません。清風亭で向かい合ったあの二人でした。あれから半年、おじを切ったガと盟友を殺されたガだった二人が今は同じ船に乗り合わせています。船室で夜を徹して語り合ったと伝えられています。明かりは一つ。その揺れる明かりの下で上司の後藤と藩を捨てた龍馬が膝を突き合わせている。長くそう語られてきました。後藤は土佐の中で動かせるものを持っている。龍馬は土佐の外で見聞きしたことを持っている。どちらか一方だけでは次の一手には届きませんでした。二人が同じ船に乗ったこと自体がこの半年の変化の印でした。この船の中で語られたとされる8つの考えが後に船中八策と呼ばれるようになります。政権を朝廷へ返すこと、広く意見を集める議会を置くこと、有能な人を役につけること、外国との関係を整えること、国の基本の決まりを定めること、海軍を広げること、京を守る兵を置くこと、金銀の根を外国と合わせること、将軍がいて大名がいてその下に武士がいる。その形しか知らなかった国で議会を置き、外国と釣り合う金の仕組みを作る。船の揺れる明かりの下でそういう先の話がされていたとされます。ただこの話には奇妙なところがあります。8つの考えを龍馬が船の中でまとめたという同時代の記録が一点も残っていないのです。龍馬自身の手紙にもなく、同じ船に乗っていた人の記録にもない。船中八策という呼び名が現れるのは、龍馬が世を去って46年も後の大正2年の講演だとされています。では、龍馬が考えていた国の形は何も残っていないのか。そうではありません。本人が自分の筆で書いた文書が今も残っています。国立国会図書館が龍馬の生態構想として実物を掲げているのはそちらの方です。それは章の終わりに置くとして、まずこの年の夏に何が起きたかをたどります。6月22日、京都の三本木にあった料亭に薩摩と土佐の人々が集まりました。薩摩から小松立脇、西郷隆盛、大久保利通、土佐から後藤象二郎たち。龍馬と中岡慎太郎はその席に連なって様子を見ていました。話し合いで世を変えたい龍馬と力で倒したい中岡が同じ部屋に並んで座っている。二人の考えの違いはこの後静かにしかし決定的に開いていきます。ここで結ばれたのが薩戸盟約です。
政権を朝廷へ返し、上下2つの議会を置き、将軍という職は最高の位ではないとする。そういう内容でした。この時の一次資料は今も残っています。木戸孝允が書き写したものが京都大学の図書館にあり、誰でも画面で見ることができます。けれど、この名役は長く続きませんでした。9月7日、西郷と小松が後藤へ告げます。建白だけでは事は運ばない。薩摩は武力で幕府を倒す方へ舵を切っていました。秋になります。10月3日、土佐藩は前の藩主である山内容堂の名で大政奉還を求める建白書を幕府へ出します。大政奉還とは、将軍が長く持っていた国の政治を行う権限を朝廷へ返すことです。10月13日、二条城。260年余り、徳川の将軍が政の拠り所としてきた城です。その大広間に、京都にいた諸藩の重臣が集められました。徳川慶喜はその席で、政権を朝廷へ返そうと思うが、どう思うか、と尋ねます。将軍が自分から権力を手放すと言い出す。集まった重臣には、にわかには信じがたい話だったでしょう。そして、翌14日、慶喜は政権を朝廷へ返す旨を正式に差し出します。西暦で言えば1867年の11月9日です。翌15日、朝廷はこれを許しました。戦をせずに260年余り続いた仕組みが動いた日です。刀を一本も抜かずに天下の仕組みが変わる。龍馬が夢見た戦をしない世の変え方が、この日、一旦は形になりました。ただこの話には同じ日付のもう一枚があります。10月14日付で長州藩に宛てて幕府を討てという密かな命令が出されています。前日の13日付では薩摩藩に同じものが出ていました。政権を返した人、その政権を武力で討てという命令が長州へ下った日が同じ一日です。さらに言えば、この密かな命令には天皇の裁可も摂政の関与もありませんでした。今では倒幕を進めたい側が作った偽の勅と見る説が有力になっています。龍馬がつないだ2つの藩は、龍馬が力を尽くした道より早い道を選ぼうとしていました。幕府がなくなると、これまで幕府がまとめていた仕事を誰が引き受けるかという問題が表に出ます。年貢をどう集めるのか、外国の施設と誰が話すのか、藩がそれぞれ軍を持ったままでよいのか、国の外から見れば日本は一つの国として約束を守れるのか。政権が返されても暮らしは止まりません。港には外国船が来る。田畑では次の年の作物を育てる。旅をする人は道を通る。誰かがその毎日を引き受けなければなりません。返したで終わりではない。返した後をどうするか。龍馬が気にかけていたのはいつもその先でした。千中八作とは別にもう一つの文書が残っています。慶応3年11月。龍馬は8つの項目を自分の手で書いています。新政府綱領8作。
天下に名の知れた人材を集めて相談役にすること。有能な諸侯を選んで用い、名ばかりの役職をなくすこと。外国との付き合いを取り決めること。新しい法を定めること。上下の犠牲所。海軍と陸軍の役所。京を守る兵。そして、日本の金銀と物の値を外国と釣り合わせること。署名は坂本龍馬ではありません。坂本直成。日頃の龍馬ではなく、本名の方で署名しています。生涯の終わりに近づいた人が改まった名で、新しい国の設計図に名を記した。そういう一枚です。この自筆のものは今2点だけ残っています。一つは国立国会図書館にあり、画面で読むことができます。もう一つは下関の博物館にあります。そしてこの文書の一番最後にこう書いてあります。〇〇〇自ら名士となり。新政府の頂に誰が座るのか、そこだけが3つの丸で開けてあるのです。徳川慶喜だという説があります。山内容堂だという説があります。松平春嶽だという説もあります。国立国会図書館は今も通説は定まっていないと書いています。死のすぐ手前に書いた紙の一番大事な場所をこの人は開けたまま置きました。書き忘れたのか、決めかねていたのか、それともそこは自分が決めることではないと考えたのか、わかりません。わかっているのは3つの丸が今も開いたまま残っていることだけです。船の上でこの人は新しい国の形を語りました。けれどその国の頂に自分の名を書くことはしませんでした。開けたのです。第11章。京都へ戻る最後の秋。大政奉還の後、龍馬は京都にいます。京へ入ったのは慶応3年の10月9日でした。16日には新しい国の役所をどう組み立てるか、その案を人と一緒に作っています。誰がどの役目を持つのか、役所をいくつ置くのか。政権が返された直後の京都で、その先の設計図を引いていたことになります。そして10月24日、龍馬は京都を出ます。行き先は越前、今の福井です。京から北へ雪の来る前の山道を越えていきます。前の藩主山内容堂の書状を預かって後藤象二郎の言いつけで向かいました。要件は2つありました。一つは政権を返した後、徳川の家をどう扱うのか。それを越前の前の殿様松平春嶽に尋ねること。あの日龍馬に勝海舟宛ての紹介状を書いた人です。もう一つがこの人らしい要件でした。新しい国のお金をどうするのか。新しい政府を作るといっても、金がなければ役所は動きません。役人に給料を払い、道を直し、船を買う。その金をどこから出すのか。その相談をしに、龍馬はある人を訪ねます。三岡八郎。後に由利君政と名乗る越前藩の財政に明るい人です。ただ、この時三岡は藩の中で謹慎させられていました。新しい国の財政を任せたいと考えた相手が
自分の藩では家で慎んでいる身だったのです。あったのは福井の足羽川の近くにあったタバコ屋という旅館でした。10月も終わりの川風の冷たい頃です。謹慎中の人と会うわけですから、藩の役人が立会人として同席しています。藩から謹慎を命じられている身の相手を藩の役人が見張る前で尋ねる。普通なら気詰まりな席です。その席で龍馬は金の話をしました。新しい国を作ると言っても、金の裏付けがなければただの絵に描いた餅です。その財政を誰に任せどう立てるのか、それが差し迫った問いでした。国の形を勇ましい言葉ではなく、そろばんの話として詰めていく。謹慎中の財政家をわざわざ雪の来る前の福井まで訪ねてでも聞きたかったのはその一点でした。この人らしい要件です。11月5日、京都へ戻ります。戻ってすぐ、後藤象二郎へ越光の木という報告書を書きました。福井で何を話し、何を持ち帰ったか。その草稿が地元で見つかったのは2014年のことでした。150年近く経ってから出張の報告書が出てきたわけです。この人の残したものは今も土の中や蔵の奥から少しずつ出てきています。その5日後、慶応3年11月10日、西暦で言えば1867年の12月5日です。龍馬は福井藩の中根幸恵という人へ手紙を書きました。春岳が京都へ登ってくれることを千番の兵を得たようなものだと喜び、その後にこう続けます。三尾家系のご状況が一日先に相なりそうらえば、新国家のご家系ご成立が一日先に相なりそうろう。三岡さんの状況が一日早くなれば、新しい国の家系が立つのも一日早くなります。新国家、今でこそ当たり前のように使う言葉です。けれどこの時代に国を新しくするという発想そのものがまだ新しいものでした。龍馬の手紙の中でこの言葉が出てくるのは確かめられている限りこの一通だけです。そしてそれに続く言葉が家系でした。国家と言ったすぐ後に家系と言っている。新しい国のことを考えていた人が最後に急いでいたのは旗の色でも役職の名前でもありません。誰が帳面をつけるのかということでした。質屋から始まった家に生まれ、船の運び賃を数えて仲間を食べさせてきた人の最後の心配事です。国を変えるという大きな話をこの人はいつも一番小さくて確かなところ、お金の勘定へ下ろして考えました。第一章の最谷屋からこの手紙まで、その目の付けどころは変わっていません。この手紙は長い間知られていませんでした。2016年に博物館へ持ち込まれ、本人の筆と判断されて翌年から公開されています。150年の後にこの人の言葉はまだ増えているのです。この頃の龍馬は寺田屋には戻れませんでした。伏見の寺田屋はあの夜の後、幕府側に目をつけられていました。もう定宿には使えません。そこで京都の町中に移ります。材木商の家に世話になり、それから河原町の醤油や大宮の世話になりました。
大宮は土佐藩の御用達を務める商家です。その場所に龍馬らしさが出ています。大宮の前の通りを挟んだ真向かいが土佐藩の京都藩邸でした。通りの幅は3間半、今で言えば6メートルほどです。道一本6メートル向こうに自分が今や名を戻した藩の屋敷がある。藩士に戻ったのだからそちらに入って身を守ることもできました。周りもそう勧めたはずです。それでも龍馬は藩邸には入りませんでした。薩摩の藩邸にかくまわれることについて龍馬は手紙にこう書いています。実に闇にて候と気詰まりだという意味です。どこかに囲われて守られることをこの人は好みませんでした。大宮でははじめ裏の土蔵に潜んでいます。いざという時ははしごで裏の寺へ逃げる。その手はずまで整えてありました。11月12日頃から風邪をひきます。14日には寒い土蔵をやめて母屋の2階へ移りました。逃げる手はずのある蔵から逃げ道のない母屋へ。後のことを知る私たちにはこの移動が重く見えます。けれど本人にとっては寒い夜に少しでも暖かい部屋へ動いた。ただそれだけのことでした。時代が大きく動くとき、街の中には情報が増えます。噂が増えます。誰がどちらに着いたのか、次に何が起きるのか。確かな話とまだ確かめられない話が同じ速さで広がります。そういう時期の京都には人を切る者も増えていました。政権が返されても緊張はむしろ高まっています。誰が誰を狙っているかはっきりとはわからない。町全体が少し息を潜めていました。龍馬はそうした時期に港でしてきた仕事を京都でも続けていました。人に会う、紹介を受ける、手紙を書く、国の形について話す。新しい国でこの人がどんな役目を持つつもりだったのか、すべてはわかりません。わからないところはわからないまま残しましょう。ただこの秋の龍馬はこれまで渡ってきた場所が一つに近づく時間の中にいました。土佐、江戸、神戸、長崎、薩摩、下関。33年かけて渡ってきたすべての岸。そこで出会った人々の話が今京都という一つの町へ一斉に集まってきます。散らばっていた糸が一点で結ばれようとしていました。火鉢のそばで風邪をひきながら新しい国の家計の話を書いている。腹が減れば使いをやってシャモを買いにやらせる。そういうごく当たり前の日々です。この秋の龍馬にはまだ時間があると見えていました。急いでいたのは国のことです。自分の命のことは頭の隅にもなかったでしょう。そういう秋でした。第12章、船が運んだ情報と時間。ここで今夜の話の中をずっと通っている一本の糸をたぐってみます。時間という糸です。龍馬という人を船で走り回った行動の人として覚えている方は多いと思います。確かにこの人はよく動きました。ただ動いた距離よりも動くのにかかった時間の方に目を向けてみたいのです。
龍馬が動いた道のりを日数で並べてみましょう。すべてこの人が実際にかけた日数です。土佐を出たとき、高知から山を越えて伊予へ抜け、船で長州の三田尻までおよそ7日。四国の中の道のりだけで170キロほどでした。長崎から鹿児島まで船で3日。長崎から兵庫まで船で6日。下関から鹿児島へも船で渡りました。薩摩と長州を船が行き来する。その度に離れた2つの藩の時間が少しずつ近づいていきます。数字だけを見ると随分早いように思えます。けれどこれは船に乗れた時の話です。風が変われば船は出ない。潮を待たなければ港を離れられない。荷が揃わなければ出港は伸びる。船に乗せられないものは人が歩いて運びました。当時の手紙は飛脚が運びます。江戸と大阪の間を結ぶのは東海道です。この道を人が走って手紙を継いでいきました。飛脚には何日で届けるかを決めた便がいくつもありました。昼も夜も走り続け、宿場ごとに走り手を変えて手紙を継いでいく。急みの便と一番安い便とでは同じ道を行くのに届くまでの日数がまるで違います。つまりこの時代には時間に値段がついていました。急ぎたければ金を払う。払えなければ待つ。貧しい者の手紙はゆっくり届きます。急ぐ用のある者は高い便を使いました。同じ距離が財布の中身で3日にも1月にもなる時代です。ここで1枚の紙が戻ってきます。木戸孝允が薩長の名役の6か条を書いて龍馬に確かめてほしいと送った手紙です。送られたのが1月23日。それは寺田屋で龍馬が襲われたまさにその夜でした。木戸は京都で返事を待っています。名役が本当に固まったのか、龍馬があの6か条に間違いないと受け合ってくれるのか、それを確かめるただ一枚の紙の返事を待っている。けれど龍馬の両手の親指には深い傷がありました。筆を持つのがやっとです。木戸はそのことをまだ知りません。返事が来ない。龍馬が痛む手で主の筆を取り、間違いないと書いて送り返したのは2週間後の2月5日のことでした。翌日、それは長州へ立ちます。その2週間、木戸は待つほかありませんでした。この時代、返事が来ないことにはいくつもの意味がありました。相手が怒っているのかもしれない。考え込んでいるのかもしれない。藩の中で揉めているのかもしれない。あるいは単に船が遅れているだけかもしれない。どれなのかは返事が来るまでわかりません。今私たちは遠い町のことを同じ日のうちに知ることができます。送った文が読まれたかどうかまですぐにわかります。けれど当時は知らせを受け取るまでの時間そのものが政治の一部でした。返事の遅れが疑いを生む。疑いがせっかくの約束を壊す。木戸が10日以上も気をもんだこの間合いをうまくつなぐ人がいなければ、名役は紙のうちに終わっていたかもしれません。だから仲介する人の仕事には
もう一つの中身がありました。二つの側の言葉を聞き、その上で二つの側の時間の違いを引き受けることです。早く進みたい人がいる。慎重に考えたい人がいる。その差はしばしば気持ちの差ではなく、知らせが届く速さの差でした。相手が黙っているのは拒んでいるのではなく、まだ知らせが届いていないだけかもしれない。そう思える人が間にはいります。龍馬は港でそれを覚えた人です。船を待つ、潮を待つ、荷が揃うのを待つ。港の暮らしは待つことの連続でした。荷が揃うまで待つのは怠けているのとは違います。次の航海を確かなものにするための時間です。焦って半端な荷で出れば、その航海はしくじります。待つことにも意義がある。港はそれを教えます。政治の約束にも似たところがあります。すぐに返事がないことは必ずしも拒みではない。相手には考えをまとめ、仲間へ伝え、立場を整える時間がいる。その時間を無視すれば、表向きに結んだ約束は内側から崩れてしまいます。だから龍馬をただ速く走った英雄として見るより、離れた場所の時計を合わせようとした人として見る方が、今夜の歩みに近いと思います。薩摩には薩摩の時間が流れ、長州には長州の時間が流れている。土佐には土佐の。それぞれに進む時計の針を船と手紙で少しずつ合わせていく。それがこの人の仲介の一番奥にあった仕事でした。土佐で考える時間、長崎で船を待つ時間、薩摩で相談する時間、長州で決める時間、京都で向かい合う時間。そのすべてがあの京都の夜へゆっくり集まっていきました。ここで下関で待っていた人の時間の話をしておかなければなりません。お涼です。慶応3年の9月、龍馬はライフル銃をおよそ1000丁、芸州藩の船に積んで土佐へ運ぶ途中でした。その船が下関に寄ります。次年堂の部屋でお涼が待っています。けれど龍馬はゆっくりしていられませんでした。銃を積んだ船は待ってはくれません。その日のうちに出て行きます。この時のことを龍馬は木戸への手紙に書いています。あなたにお目にかかりたいが、その暇がない。残念ながら出版する。と、残念ながら出版する。お涼とは会えました。けれど、それだけでした。銃を積んだ船の都合が夫婦の時間より優先されました。これが二人の会った最後になりました。その時二人ともそれが最後だとは知りません。次にいつ会えるかわからないのはいつものことでした。船の仕事とはそういうものです。けれどその次は来ませんでした。11月、龍馬は京都で世を去ります。その知らせが下関の龍のもとへ届いたのは12月2日。暗殺から17日が過ぎていました。夫が死んで17日の間、お龍はそれを知らずに待っていたことになります。もう帰らない人をまだ帰ると思って待つ。その間も下関ではいつもと変わらない朝が来て、いつもと変わらない夜が更けていたはずです。これが時間に値段のついた時代の
一番静かで一番残酷な現れ方でした。一番早く知りたい人のもとへその知らせは一番遅く届きます。そしてこの人が最後に急いでいたのも時間でした。三岡さんの状況が一日早くなれば、新しい国の家計が立つのも一日早くなります。一日を惜しんでいます。国の家計が立つのが一日でも早くなるようにと。その手紙を書いた5日後に、この人の時間は止まりました。33年分の時間が京都の夜に止まります。中章、大宮の最後の夜。慶応3年11月15日。西暦で言えば1867年の12月10日です。龍馬33の年。京都河原町。醤油を商う大宮の母屋の2階にこの人はいます。今日の冬の冷える夜です。8畳の座敷です。床の間には梅と椿を描いた掛け軸がかかっていました。風邪をひいて火鉢に当たっていました。2日前に一通の手紙を書いています。宛先は海援隊の陸奥宗光。今残っている限り、これがこの人の最後の手紙です。その夜、開花に客が来ます。十津川の郷士だと名乗りました。取り次ぎに出た山田藤吉という若者が背後から撃たれます。元力士の龍馬の身の回りの世話をしていた人でした。2階には龍馬と陸援隊の中岡慎太郎がいました。第6章と第10章で龍馬とは考えの違う男として出てきたあの中岡です。その後のことを細かくはたどりません。龍馬はその夜のうちに世を去ります。山田藤吉は翌日の夕方に、中岡慎太郎は11カ所に傷を受けながら2日を生きました。一度は焼き飯を食べるほど持ち直したものの、17日の夕方に息を引き取ります。満で29歳でした。実はあの夜、大宮の2階で何が起きたのか。それがわかるのはほとんどこの中岡が語り残したおかげです。駆けつけた仲間に中岡は2日の間にその様子を伝えました。切り込んできた者が粉クソと叫んだこと、それが四国あたりの言葉に聞こえたこと、考えの違う2人が最後まで同じ間にいた。そして生き延びた方が死んだ相手のために最後の証言を残しました。床の間のあの掛け軸です。梅と椿を描いたその軸は今も残っています。軸の下の方にこの世の血の跡がついたまま京都の博物館に収められています。重要文化財です。龍馬は数え年で33歳、万では31です。ここで暦の話に戻ります。龍馬が生まれたのは天保6年の11月15日。亡くなったのは慶応3年の11月15日。旧暦の上では生まれた日と死んだ日が同じ日付になります。誕生日に死んだ人だと長く語られてきました。けれど西暦に直すと生まれたのは1836年の1月3日。亡くなったのは1867年の12月10日です。別の日になります。誕生日に死んだというあの有名な話は旧暦の上でだけ
成り立っていました。しかも話はもう一段あります。そもそもこの人が本当にその日に生まれたのかどうかが確かではないのです。生まれた時の確かな記録がなく、10月15日だという説も11月10日だという説もあります。これについて妻のお涼が後にこんなことを言っています。生まれた日は天保6年11月15日で、ちょうど切られた慶応3年11月15日と一緒だと聞いているのですが、書物には10月とあります。どちらが死んだかわかりません。どちらが本当なのかわからないという意味です。一番近くにいた人が夫の誕生日をそう言っている。高知市の公式の紹介にも、誕生日には他の説があると注釈がついています。この人については一番最初の日付からすでにわからないのです。襲った者については京都見回り組だったとする見方が有力です。その根拠は明治3年に取り調べを受けた今井信郎という人の供述でした。上役の指示で7人が大宮へ向かい、そのうち4人が2階へ上がった。自分は見張りだった。そう述べています。ただ、この供述にも疑いはあります。すでに亡くなっていた者の名を挙げて、生きている者をかばったのではないかという指摘です。実行した者の顔ぶれさえはっきりとは決まっていません。わからない部分を派手な物語で埋める必要はないでしょう。大宮の夜を最後の謎として眺めるだけでは、この人の生涯は見えにくくなります。龍馬が残したものは暗殺されたという結末の他にもあります。長崎の港で船を動かしたこと、薩摩と長州の人々が話せるように間を取り持ち、その約束の裏に朱で名を書いたこと、紀州の大藩を相手に刀ではなく本の筋道で談判したこと、姉へ5メートルの手紙を書いたこと、妻の留守を友に頼んだこと、どれも誰かを自分の側へ引き寄せるためではなく、離れている人同士が話せるようにするための仕事でした。龍馬の死の後、日本が穏やかになるまでにはまだ時間がかかりました。この人が世を去った24日後に王政復古の号令が出て、年が明ければ各地で戦いが始まります。龍馬が合わせた人々もそれぞれ別の道を歩きました。だから龍馬を全てを解決した人として覚える必要はありません。解決しきれない時代に別の相手と話すための道を探した人として覚えればよいのです。橋の上に立ち続ける人ではなく、渡れる場所を見つけて板を並べる人。その板の上を他の人が渡っていきました。この板の上を渡った人々にもそれぞれの先がありました。下関の三好新三は約束を守りました。龍馬の遺言によって暗殺の一月後、お涼を自分の家へ引き取り、翌年の春、土佐の坂本家まで送り届けています。日記にそう記された通りに。その坂本家でお涼を迎えたのは姉の乙女でした。弟が生涯で一番多く手紙を送ったあの姉です。手紙の一番の宛先と手紙の少ない妻とが弟のいない家で顔を合わせたことになります。第2章で名前だけ覚えておいてほしいとお願いした人がいました。千葉さなです。
江戸の道場で龍馬と共に何なたの目録に名を連ねたあの貞吉の娘です。佐奈は生涯龍馬の言い名付けだったと語っていきました。晩年は東京の千住で灸を据える仕事をしています。身寄りなく世を去った後、その腕を頼っていた人の手で甲府に墓が建てられました。墓石にはこう刻まれています。坂本龍馬室。室というのは妻という意味です。龍馬の妻と刻まれた墓が龍馬の知らないところで甲府に一つ建ちました。伏見のお登勢は寺田屋を切り盛りしながら龍馬の死の10年後まで生きました。皆龍馬という人が渡した板の上をそれぞれの岸まで歩いていった人たちです。海援隊にもその後がありました。隊は龍馬が世を去った翌年、藩の命令で解散します。慶応4年のうるう4月27日。西暦で言えば1868年の6月17日でした。その解散の少し前に残った隊士たちは一冊の本を出しています。英語の入門書です。表紙をめくると序に慶応4年戊辰3月とあります。版元の名は土佐、海援隊造反。隊長は死に隊は消えることが決まっている。その最後の月に彼らは英語の本を作っていました。規約の第4則に学ぶこととして語学が書いてありました。最後までそれをやったのです。その本は今も京都の大学の図書館に残っています。画面を開けば誰でも見ることができます。ところでこの人が英雄坂本龍馬になったのはいつのことだったのでしょう。死から16年後、明治16年の1月から9月にかけて高知の新聞に龍馬を主人公にした小説が連載されました。全68回。途中作者が牢に入って3ヶ月休んでいます。この小説が龍馬の名を全国へ広げました。今夜第1章でお話しした泣き虫の少年の話も多くはここから来ています。さらに21年後、明治37年、日露の開戦を目の前にした2月に皇后の夢枕に龍馬が立って海軍を守ると告げたという話が広まりました。唱歌にまでなっています。土佐の郷士の家に生まれた男が死んで37年経ってから国の物語の中へ入っていきました。けれど今夜たどってきたのはその像ではありません。質屋から始まった家に生まれ、19の春に武術の目録を受け取り、藩を出て船を覚え、名義を貸し借りし、荷を下ろせずに引き返し、両手の親指を切られながら主の筆を取り、最後に新しい国の家計を心配していた人です。今日は龍馬が薩摩と長州をつないだ町でした。同じ町でこの人の旅は終わります。つないだ場所で終わったのです。土佐の郷士の家に生まれた少年は藩の外へ出ました。剣を学んだ若者は海の仕事を覚えました。藩を離れた浪人は藩と藩の間に約束を運びました。龍馬が見ていた新しい国は一人の英雄が作る国ではなく、違う立場の人々が意見を持ち寄る国だったのでしょう。龍馬がつないだのは
立場を超えた人々が話せる場所でした。この人の夢はいつも海の上にありました。港を出る船は岸から見ればやがて小さくなります。けれど船に乗る人には次の港へ向かう道がまだ続いています。海は今日も岸と岸の間にあります。龍馬の時代の船は今の私たちの目には小さく見えます。それでもその船に乗った人たちは昨日まで届かなかった相手のいる岸へ向かいました。迷いながら頼みながら何度も次の港を選んだ人、その足取りが静かな海のように残ります。今夜も寝ながら日本史ラジオを最後までお聞きいただきありがとうございました。眠れない夜にまた歴史の中の静かな場所でお会いしましょう。